ちは、あーです。今回はトミックスのキハ185系にちらつき対策を施した室内灯を組み込みます。テープ LED と電解コンデンサで室内灯を作成しますが、少し小細工を行います。このキロハのグリーン室側のみ室内灯を電球色で変化をつけていきます。今回は COB テープライトではなく 12V のテープ LED を使用します。LED チップ3つで1ユニットとなるため2ユニットで1両分とします。基本セット4両と増結セット2両なのでキロハ以外の5両分をカット。キロハに使用するユニットは白色1ユニットと電球色1ユニットとします。この1ユニットずつをつないで普通席とグリーン席の照明を切り分けます。電解コンデンサとブリッジダイオードを用意します。これで準備完了です。次はコンデンサとブリッジダイオードを固定する基板を切り出します。4×4 の正方形に切り出します。ちょうどトミックスの室内灯受けに収まります。室内灯を固定する爪で基板を固定できるため組み込み後に安定します。ブリッジダイオードのプラス側とコンデンサの足の長い側を確認します。それぞれのプラス同士を合わせた向きでハンダ付けをしていきます。ブリッジダイオードとコンデンサを基板上でハンダ付けします。ハンダ付けしたコンデンサの足をテープ LED へとハンダ付けしていきます。ハンダ付け後のイメージです。LED のプラスマイナスを作成した基板と合わせましょう。テープ LED に予備ハンダを持っておきます。テープ LED と作成した基板をハンダ付けしていきます。テープ LED と基板のハンダ付けを終えた時点でコンデンサが入るか確認。次は終電スプリングを取り付ける位置を確認します。ブリッジダイオードの足と終電スプリングの位置が合わないため銅板を追加。ブリッジダイオードの足に銅板をハンダ付けしていきます。銅板部分に終電スプリングを取り付ければきれいにスプリングを下ろせます。終電スプリングに予備ハンダを盛ります。銅板側にも予備ハンダを盛ります。銅板に終電スプリングをハンダ付けしていきます。座席パーツ上の室内灯固定用の爪に基板をはめ込むように組み込みます。組み込んだ状態はこんな感じです。点灯テスト。少し車両を動かしてみてコンデンサの効果もチェック。テープ LED にプラ板を貼り付けてボディを戻して完成です。次は半室グリーンのキロハ用の室内灯を作成します。まずは2種類のテープ LED を銅板でつなぎます。LED のプラスとマイナスの向きを揃えてハンダ付けして1本にします。先ほどと同じように基板を作成しましたが、キロハのコンデンサは遮端部に収まりそうなので向きを変更します。コンデンサのマイナス側の足がテープ LED に届かないため銅線で足を伸ばします。作成した基板をテープ LED にハンダ付けします。
途中でコンデンサの位置を遮端部に変更して基板の向きを変えたため、テープ LED もプラスとマイナスを入れ替える必要が発生しました。作業途中で方針変更して向きを変えたりするとややこしくなりますね。最初に方針を決定して作業すべきでした。テープ LED と基板をハンダ付けしたら、次は終電スプリングです。ブリッジダイオードの足に予備ハンダを盛ります。キロ波用はブリッジダイオードに直接終電スプリングをハンダ付け。終電スプリングのハンダ付けができたら車両へ組み込みます。コンデンサが遮端部ギリギリですね。ボディと干渉しないと信じましょう。ボディを戻します。無事コンデンサとの干渉なく収まりました。点灯テスト。グリーン室側と普通室側の照明の色合いの違いを再現できました。では残りの車両にも組み込みましょう。基本セット、増結セットともに室内灯を組み込みましたので、レイアウトに車両を並べました。では室内灯を点灯させてみましょう。キロ波以外のキハはすべて制御車となります。グリーン席のみが温かみのある照明が目立っていますね。今回はトミックス用にちらつき対策を施した室内灯、単質グリーンの照明色違いのある室内灯を作成してみました。模型に関する動画を投稿していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。